装置シミュレーションでシミュレーション中にワークを削除する方法について説明します。付属ファイルワークデリートアンダーラインビフォー .vcmx を開きます。ワーク2つ、搬送先のテーブル、フィーダー、ロボットが配置されていることを確認します。シミュレーションを実行します。フィーダーからワークが生成され、ロボットがワークを搬送します。シミュレーションをリセットします。ワークを削除するモデルを E カタログから配置します。タイプ別モデルを展開し、フィジックスをクリックします。プロダクト、bin、フィジックスをダブルクリック、またはドラッグ&ドロップし、3D ワールドに配置します。プロダクト、bin、フィジックスをテーブル上に移動させます。プロダクト、bin、フィジックスを選択した状態で、ツールグループのスナップを選択します。スナップは選択したものをコンポーネントのクリックした位置に移動させることができます。テーブルの中心をクリックします。プロダクト、bin、フィジックスをワークを削除するモードに切り替えます。コンポーネントプロパティウィンドウでモードをシンク、インターバルを5に変更します。シミュレーションを実行します。ロボットがワークを搬送し、シミュレーション時間が5秒に達するとワークは削除されます。シミュレーション開始からインターバルの周期でワークを削除できます。ワーク搬送後、ワークを削除するまでの時間を指定することはできません。ワーク搬送後、指定した時間待機し、ワークを削除する方法を説明します。シミュレーションをリセットし、プロダクト、bin、フィジックスを削除します。搬送先でワークを検出し、5秒待機後、ワークを削除するためテーブルに設定を追加します。テーブルを選択し、モデリングタブを開きます。削除するワークを検出するため、センサーを追加する必要があります。センサーの位置を設定します。ジオメトリーグループのフィーチャーを展開し、その他からフレームを選択します。フレームは 3D ワールド上で位置と方向を定義する基準点です。3D ワールドにフレームが表示されない場合、3D ワールドツールバーのフレームタイプを展開し、フレームにチェックをつけます。アイコンが透明な場合、フレームタイプは無効であるため、アイコンをクリックし、有効にする必要があります。3D ワールドにフレームを表示することができます。フレームを移動させます。フィーチャープロパティウィンドウで座標 Y を300、Z を500、RY を90に変更します。ワークを検出するため、センサーを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、センサーからレイキャストを選択します。レイキャストセンサーは定義したフレームの位置から光線を照射し、光線と交差したコンポーネントを検出できます。センサーの位置をフレームを選択して定義します。プロパティウィンドウのフレームを選択することで、選択したフレームのプラス Z 軸方向に光線を照射できます。表示する光線の長さとワークを検出する範囲を設定します。最大範囲はセンサーと検出したコンポーネントとの距離を測定できる範囲です。シグナル範囲で実数型シグナルを定義することで距離を出力できます。今回、距離は測定しませんが、
3D ワールドに表示される光線の長さを変更するため、最大範囲を200に変更します。検出式位置はコンポーネントを検出できる範囲です。検出式位置を200に変更します。光線を非表示にするときは、光線表示のチェックを外し、光線を表示するときは、光線表示にチェックをつけます。今回は光線表示にチェックをつけます。コンポーネントシグナルは、検出したコンポーネントを値として格納するシグナルを定義できます。センサーで検出したコンポーネントを取得するため、シグナルを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからコンポーネントを選択します。コンポーネントシグナルは、コンポーネントを値として送受信できます。コンポーネントグラフウィンドウでレイキャストセンサーを選択します。プロパティウィンドウのコンポーネントシグナルでコンポーネントシグナルを選択します。ワークを削除するため Python スクリプトを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、その他から Python スクリプトを選択します。Python スクリプトエディターが自動的に開きます。デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、conp =get コンポーネントと記述します。シグナル=conp .find behavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照できます。括弧内にコンポーネントシグナルと記述し、名前が一致するビヘイビアを参照します。def 音欄と記述することで、シミュレーション開始時にプログラムを実行できます。while true と記述し、以下のプログラムをループさせます。トリガーコンディション。ラムダ、ゲットトリガー、シグナルと記述することで、コンポーネントシグナルの値が変化するまで、以下のプログラムを実行せず、待機できます。コンポーネントシグナルの値に、コンポーネントが格納されたとき、プログラムを実行するため、シグナル、.value、エクスクラメーションマーク=noneと追記します。センサーで検出したコンポーネントをワークとして定義するため、ワークシグナル.valueと記述します。センサーがワークを検出した後、5秒待機します。ディレイと記述することで、指定した時間、プログラムの実行を遅延させることができます。括弧内に5と入力し、5秒、プログラムの実行を遅延させます。ワークを削除するため、ワーク.delete と記述します。Python スクリプトエディター左上のコンパイルをクリックします。先ほど Python スクリプトに記述したトリガーコンディションでコンポーネントシグナルをトリガーとして使用するため接続します。コンポーネントグラフウィンドウでコンポーネントシグナルを選択します。プロパティウィンドウで接続をクリックすることでプラスアイコンが表示されます。プラスアイコンをクリックし、表示される Add Connections Items ウィンドウで Python スクリプトを選択します。
Add Connections Items ウィンドウを閉じます。シミュレーションを実行します。ロボットがワークを搬送し、5秒後、ワークが削除されたことがわかります。Python スクリプトのデリートを使用する場合、注意が必要です。削除したコンポーネントは、シミュレーションのリセットボタンやコントロールキーと Z キーを使用しても元に戻すことができません。シミュレーションをリセットします。ホームタブを開きます。フィーダーとワーク A の位置を入れ替えるため、フィーダーを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウで座標 Y に1000と入力します。ワーク A を選択します。コンポーネントプロパティウィンドウで座標 Y に0、Z に600と入力します。シミュレーションを実行します。ワーク A が削除されたことがわかります。シミュレーションのリセットボタンまたはコントロールキーと Z キーを押します。ワーク A を元に戻すことはできません。コンポーネントを完全に削除しない場合、コンポーネントを非表示にし、削除する様子のみ再現する方法があります。ワーク B を選択します。コンポーネントプロパティウィンドウで座標 X、Y に0、Z に600と入力します。テーブルを選択し、モデリングタブを開きます。コンポーネントグラフウィンドウで Python スクリプトをダブルクリックします。work.delete を work.visible イコール false に変更します。コンパイルをクリックします。シミュレーションを実行します。ワークが削除されたように見えますが、ホームタブのセルグラフウィンドウを確認すると、ワーク B が非表示であることがわかります。装置シミュレーションで、シミュレーション中にワークを削除する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。